皆さんこんにちは。今回から待望の DIY シリーズゲストルーム編が始まります。北欧暮らしをする私たち夫婦がこの子供部屋をおしゃれな部屋に大改造することはできるのでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。まずは DIY をする前のビフォアの様子からお届けしたいと思います。2階のメインベッドルームの向かいにあるこちらのお部屋はおよそ1年前に私たちがこの家を買った時から全く手をつけずにそのままにしていたかつての子供部屋。今現在はベッド一つとヨハンの楽器類や洋服などがこの部屋に置いてある状況なんですが、6月半ばに日本から家族が遊びに来るということが急遽決まったので、この部屋をゲストルームにしていきたいと思います。そして2階のお部屋の特徴といえばこの斜めの天井。屋根の傾斜に合わせて作られた手作りの収納スペースがあるんですが、正直ずっと使いにくいなと思っていました。 So I guess I will start with this, emptying this whole room out, getting all my work clothes out of here, all of the speakers, and the bed. Just make so it's only the walls in here. And then after that, I will start disassembling these and remove them from the walls, so we actually have the full room in here. 皆さんもご想像つくかと思うんですが、北スウェーデンでは冬が長く1年の半分くらいは屋根の上に雪がずっと残っている状態なので、その雪の重みで家が潰れることを防ぐためにこういった急な傾斜がある家が多いんです。外から見ると北欧の家っていう感じですごく可愛いんですが、実際に住んでみるとこの傾斜のせいで家具の配置が断然難しくなってしまいます。ということでこの屋根の傾斜がある方の壁は家具をどう置くかが結構難しいところではあるんですが、私たちは正直この家を買った当初からこの棚が好きではなかったので、今回せっかくなのでこの壁一面に作られた棚を取っ払うことに。DIY で使う道具って数えられないぐらいたくさんあるらしいんですが、彼が今使っているツールはスウェーデンで大人気の日本製のマキタの道具。 DIY が好きな人にとっては常識らしいんですが、私は全然わからないので、このマキタの凄さを聞いたところ、スウェーデンでナンバーワンと言っても間違いないぐらい人気と信頼度が高い電気工具のブランドらしくて、趣味で DIY をしているヨハンにとっては少し高価なんですが、同じバッテリーでいろいろな工具を使い分けられるらしくて、ヨハンは30歳の誕生日を迎えた時からちょっとずつ集めるみたいなことをしています。日本製と聞いてきっと品質が高いんだろうなと思うのはスウェーデン人も同じみたいで、もちろん私のことではないんですが、スウェーデンで暮らしている中で日本製のものを見たり日本のブランドのことを褒められるとなんだか私も嬉しくなっちゃいます。今私が立っている窓側からヨハンがいるドアまで約4メートルの長さがあるんですが、手作りの棚を移動させるの結構大変でした。さっきもお伝えした通り、これは DIY された棚なのでネジを外したらこの棚がバラバラになるかなと思ったんですが、接着剤とネジの両方を使って固定されていたのでなかなか解体できなくて、ネジを外してもこれがね一つになってたんですよ。なので私たちはこの4メートルの棚を2人で一生懸命この部屋から出す作業をしています。ちなみにこの日は5月1日だったんですが、この部屋からまずは物を出して、そして壁紙を取って、それからいろいろ考えようみたいな感じで、実はどういったゲストルームにするっていうのはまだ全然決まっていない状態です。この時点で棚を外しただけなんですが、でも部屋の広さが結構広くなったと思いませんか？傾斜が45度あるこの屋根の空間をどう使うかがちょっとまだ迷うとこではあるんですが、次はヨハンさんが壁紙を取る作業を始めるみたいです。 DIY シリーズをするたびにお伝えせずにはいられないんですが、
ヨハンは身長が2メートル3センチあるので、家の中の壁や天井が簡単に届くのが本当に羨ましいなと思います。そして壁紙を剥がす作業ですが、基本的には壁紙と壁紙の境目を探して、それからピーッと上に上げていく感じで取れるみたいです。でもなかなか取れにくい壁紙もあると思うので、その時は壁紙の反対側の糊をふやかす感じで、霧吹きや濡れたスポンジなどを使いながら壁を濡らしていきます。そして糊の粘着力が弱くなった時点でペラペラペラっと剥がせるみたいです。 Okay, so I have peeled back all the wallpaper on this wall right here to paint it instead of putting up new wallpaper. However, what I discovered when removing the wallpaper here is that there are gaps. If you look here, there's actually a gap between walls. And now if we're gonna paint that, we would need to fill those gaps with some kind of mud. The house is smooth slightly, right? So if we fill that, that might crack in time and it might not be the best long-term solution. So we're gonna have to think about that. Worst case, we will have to just do wallpapers in here too. But we'll think about it. 今回私たちは壁をペンキで塗ろうと計画中です。壁を何色にするかやどうやって塗るかなど、いろいろわからないことだらけなので、一度手を止めてお店へ向かおうと思います。イテオのポロラマに今日はやってきました。早速中へ入りたいと思います。去年の夏に私の仕事部屋のリノベーションでも利用させてもらった同じ専門店なんですが、今回は壁紙ではなくペンキの色を探したいと思います。I'm thinking taking all, just, like many shades. 色選び難しそうだなとは思っていたんですが、同じ白やベージュでもこれだけ種類があることにまずはびっくり。北欧だからか結構落ち着いた色も多くて、今回はベージュやグレーではなく落ち着いているけど可愛い色がいいなと思い、この右のあたりのブルーとグリーン系の中で色を決めたいなと思っています。私たちは今年の夏に外壁も塗り直そうということを考えているので、そのことについてもお店の人に相談をしていたんですが、このタッチスクリーンが結構すごかったんです。マクドナルドでスクリーンを使って注文するときみたいに、自分の家と似たようなお家を選択したら、気になっているペンキの色を簡単に試すことができます。とても似た色に見えても、実際に家サイズで見てみると結構色の印象が変わったりするので面白いなと思いました。でも実はこのナレーションを入れている時点でもまだ家の色が決めきれていません。ぜひ参考にさせていただきたいので、私たちの外壁の色が何色がいいかぜひコメント欄で書いてくださると嬉しいです。 What did you buy? So these are wallpaper base for painting. This is すごいね、家の外を洗うやつね。あとめっちゃ重い、何、糊も買いました。Feels good, Janai. Then we can do everything until we paint for both rooms. It's awesome, Janai. Yeah. せっかく街にやってきたので、隣にある家具屋さんもお邪魔してみることに。ゲストルームに置く家具ってどんなものがいいかなと考えていたんですが、これから北スウェーデンに遊びに来てくれる人はきっと大荷物で来るだろうなと思うので、お洋服や上着、カバンなどをかけておけるラックはとりあえず買おうかなと思っています。そしてご覧いただけるようにラックにもいろいろ種類があるんですが、私たちが今回気になっているのはこういった木を使ったもの。北欧の家具は結構どれもシンプルで、白や黒もしくはナチュラルな木目調の家具っていうのが結構多いんですが、私たちがこの中でピンときたものがありました。ね、これとかいいんじゃない？ Simple and it's easy to carry.
これだと使っていない時もなんかインテリアっぽくて可愛くないですか？そしてリノベ中のゲストルームはそこまで大きな部屋ではないので、ちょうどいいサイズ感のこちらを購入することにしました。買い物を済ませ家に戻ってきたので、また部屋の解体作業に戻りたいと思います。ヨハンは今壁と床のつなぎ目を覆う役割をしている繰り方やモールディングと呼ばれる木の板を外す作業をしています。日本に住んでいる時は考えたこともなかったんですが、皆さんがお住まいの日本のお部屋やお家にはこの繰り方ってあったりしますか？ぜひコメント欄で教えてくださると嬉しいです。ではでは、今からこの壁紙を一緒に剥がしていきたいと思います。 Yes. So you just want to find a place where it's a bit loose. おー、気持ちよさそう。 Yeah, but it is leaving a lot behind. 本当だ。I see that is not the main. Yeah. This is not No. half the wallpaper. そうだね。 But what could be still a good one is if you have this, it's very easy to wet. This is like waterproof. ね。おお。This is like plastic. ね、すごいね。テカテカだね、ほんと。Yeah. Not the most environmentally friendly wallpaper. Yeah. これまでヨハンはこの部屋に入るたびにこの壁紙嫌だなぁと嘆いていたので、今回すごく嬉しそうに壁紙を剥がしている姿に少し笑ってしまいました。そして中古の家の売買が盛んなスウェーデンだからこそ起きるあるあるなんですが、中古で家を買ったらとりあえず全ての部屋をリノベーションするみたいな人が結構いるんです。さすが北欧家具の IKEA 発祥の国だなぁと思うぐらい、スウェーデンの人は漏れなくみんな DIY が大好き。自分が買った前のオーナーの趣味で作られた部屋が好きじゃなかった場合は一から作り直して、そしてまた次の人がその部屋をまた一から作り直してみたいな感じで、同じ部屋でも壁紙を変えたり床を張り替えたり天井の色を変えたり、みんなそうやっていかに自分流に作り変えるかみたいなクリエイティビティが本当にいつもすごいなぁと感心しています。ここまですごく順調にいってるように見えるんですが、この壁が意外に厄介者で、今私たちが剥がしたのは壁紙のほんの一部。この白いのが壁紙の本体。他の壁は結構簡単に取れたのに、この壁に関してはなんか糊がすごくいっぱいくっついているのか、めちゃくちゃ取りづらかったので、濡らした壁紙をこうやってガシガシしながら取っていきたいと思います。今これでこう頑張ってあれしてます。スクレープしてます。すごいね、難しいの。なんか全然うまくいかなくて、でもなんとか頑張ってます。動画の最初の方で5月1日からこの部屋の DIY を始めるというお話をしていたと思うんですが、去年の夏の DIY とは違って今回は毎日仕事終わりに少しずつ作業をする感じだったので、思った以上に時間がかかってしまい、この時点で5月6日です。この部屋をゼロの状態にするのにこんなに時間がかかるとは思っていなかったんですが、ここまで来ればもう少し。ブライアンは入れません。めっちゃ不満そう。So unhappy about it. So bitter. Such a bitter dog. Silly guy. Look at that. Hello, Brian. Hello, Brian. Yeah, you can't be in that room right now. Yeah, I'm so sorry about that. Look at that pile. That's a lot of wallpaper for
just one wall, not even all of one wall. Still have this part left. I'm not gonna film it, but I'm gonna remove this last part, remove as much as I can of all of this stuff here, all the leftovers around. After that, I'm gonna sand the wall down and get it as flat as possible before putting up wallpaper. Okay, so I'm just sanding now. Going over everything, making sure that it's smooth. 40年以上にわたっていろいろな壁紙が張り替えられる中で、古い壁紙や糊が蓄積されていて、なかなか取ることはできなかったんですが、最後にヤスリをかけて、それではビフォーの様子を皆さんにお届けしたいと思います。 DIY を始めてちょうど7日目、作業時間でいうと20時間以上かけて部屋をゼロの状態にすることができました。このお部屋は私たちがこの家の中でどうしても好きになれなかったお部屋だったんですが、これでまっさらな状態にできたので、ここからは自分たちが好きと思える心地の良いお部屋を作っていきたいなと思っています。 So what I want to do now is fill in this gap in between here. この部屋の角には壁と壁の間にギャップがあったので、それをパテを使って埋めていきました。今回は DIY シリーズ第1弾として、家を購入してから手つかずだったこの部屋をゼロの状態に戻すという下準備編だったんですが、来週からは大きな変化やトラブルも出てくるので、もっと楽しい動画になるかなと思います。壁の色や天井、床に家具などいろいろ迷うことも多かったんですが、70名以上のメンバーシップの皆さんとリアルタイムで状況をお伝えしながらいろいろ助けてもらったのは心強かったです。It's a lot of work and a lot of tedious work, but hopefully it will be much better than it was before. It's already a lot bigger. ね、びっくりした。こんな広かったっけっていう感じ。ここのもう意味わかんなかったやつとか取り除いて、壁も明るくなって、It's brighter, so it feels much bigger. 本当になんか明るい感じだからすごく広く感じるし、こう声がね今エコーになってるのがちょっと申し訳ないんですが、本当に可能性だらけの部屋だなと思うので、私たちの家具のチョイスとか色のチョイスとか来週いろいろお届けできればいいなと思っています。ということでまた来週もお会いしましょう。ヘイドー。